じゃあボディの、前どこまでそうね、ボディのあれですよ、下処理ですよ、下処理で、こんな風にマジックでやる必要は全然ないんですよね。こうスタンドの明かりをこう反射させれば、映せばね、そのスタンドの明かりの映り込み、これで歪みっていうのが見えてくるはずなんで、そこをヤスリでスッてやってヤスリでこう研磨してやって、で当然こう下がってるところっていうのはいつまでもツヤがある、削れたところはツヤがなくなる、それで判断できると思うんで、これあくまでもこの黒く塗るっていうのはあれですね、動画に上げて見やすくするためのものだと思いますね。YouTube 動画上げるようになってからこれやり始めて、こんなん今までやってなかったですから、やれば確実は確実だと思いますし、人によってはこれ全体を黒サフで色を塗って、でそれ削り込んでいくと、当然全体にも足付けができますので、楽は楽だと思うんですよ。結構なんだろう、性格の問題かな、汚してるような気がしちゃうんですよね。黒サフ塗ってそれを削っていくっていうのが、あれ全部完全に取るっていうのも不可能ですしね、入り墨なんか入ってるのは、それが悪影響は及ばさないと思います。その上からまたサフェーサー塗ってやればね。でいずれその必要なのがその面出し、今やってるこの面出しですね。マジックで塗ったところをこう削って平らにしちゃいましょうと、鳴らしましょうというのと合わせて、あれです、足付けも兼ねて、足付けというのはこの傷を入れることによって塗料の食いつきが良くなるんですよ。で僕の場合はここにサフェーサーを塗るんですけど、サフェーサーの食いつきが良くなるということですね。で今その部分をちょっと上げていって、あとは今後のちょっと予定というか、未定は未定、予定の部分ですね。その部分ちょっとお話をしていきたいと思います。はい。でまず基本的にその歪んでるかなっていう部分の、平らにならす面出しなんですけど、この固めのスティックヤスリですね。これはヤスリの親父です。真ん中に 1.2 ミリぐらいのプラ板があって、そこの上にスポンジ、そして研磨フィルムが貼ってあるという。でこれ磨くときにギュッと押さえちゃうと、この間に挟んでるのがスポンジなのでこうくぼむわけですよ。くぼんじゃうとそこの部分こうなんて言うんでしょうね、クッション効果というか、ギュッとやっちゃうとね、曲がったまま下がってっちゃうんで、力を抜いてっていうか、ヤスリなんでね、このギュッっていう力じゃないですよ、この運動ですよね。この運動じゃないので、これで削りすぎないようにこうマジックを消していくと、マジック塗らない場合はこう光を当てながら、ちょうどこの上に、この僕の手の真上にスタンドがね、スタンドがあるんですけど、こうね、真っ暗このスタンドの明かりを当てながら、スタンドの光を当てるというのは
これでわかるかな。ちょっと分かりにくいかもしれないですね。ちょっとこれ今ルーフにスタンド影映ってるでしょ。これが映らなくなるんですね、ヤスリをかけると。ただ今はこれマジックで描いちゃってるんで、このマジックが見えなくなれば大体ねいいのかなと思います。で今これ600番使ってますね。でここはちょっとくぼんでるんですよ、僕の人差し指の先端の部分。こういう部分若干引けがあるということで、ちょっとここは集中してそこだけ磨くということですね。とりあえずこのルーフだけでやっちゃいますね。あとパーティングラインもね、こう後ろからこうギューッと前まで走ってるパーティングラインもまあこのヤスリで落としていくと。でどうしてもバンパーの角なんか R なので、こういう動きを意識して、こういう動きを、こういう方向のサンディング、こういう風に磨くのがベスト。ただそれに若干のこの上下の R もあるんで、その辺はちょっと気をつけて、フラットにならないように、削りすぎないように。削りたいのはこのパーティングラインだけなので、こういう部分はマジック塗ってあると見やすいと思いますね。なのでマジックはおすすめっちゃおすすめかな、やっぱりパーティングラインに関しては。でこう今この部分はちょっと削りにくいんですよ。このプレスラインというか、プレスラインじゃない、この角になってる部分ですね、くの字に曲がってるところが場合によってはもっとくぼんでる場合もあるんで、そういう場合はこういうスティックではなく普通の耐水ペーパー曲げて使ってやればいいと思います。いずれパーティングラインをきれいに落としましょう。かっこ悪いんで残ってるとね。でこういうこれは何だろうな、なんかのこれセンサー GPS ちょっと分かんないんですけど、もう出っ張り、丸い出っ張り、これがねネックなんですよ。研ぎ出しの時にも多分ネックになってきます。ヤスリを当てることができないんで、この部分だけきれいに、今の段階ではいいんだけども、研ぎ出しの時にねうまくできないかもしれない。でこれもちょっと狭いとこあるんでこれではできないですから、後で耐水ペーパーを使って削ります。この後サフェーサー拭くので、この600番という非常に粗い番手でも大丈夫なのかなと思ってます。人によってはこの後600番1000番あたりまで持っていくかもしれないですけど、で前半分前側もだいたいこの端部のまくれ上がりっていうのはプラスチック製系の場合どうしても出てくると思うので、少なくともそこはきれいにした方がいいと思います。で今これフラットに平らにできるだけ平らにしようという努力をしてるじゃないですか。これもねレインストリップっていうかルーフの両端部が絶妙なモールドになってるんで、変に角を落としてしまわないようにしないといけないです。
で今やってて、この頂点の部分、真ん中の部分、今こことここやりましたよね。この部分は R がついてるんでスポンジヤスリを使うんですけど、ちょうど今僕手に持ってるのはこれシアーソフトという木工用のヤスリですね。スポンジヤスリ、水取りはできないやつなんですけど、番手で言えば400番相当ということなんですけど、結構使い込んでるんで、おそらくこっちの600番より細かい800番程度に今なってると思います。ただまあなってると言いますと言ったってね、元が400番なんで400番の研磨粒は残ってるはずなんですけど、傷がつくと思うんです。そういうで、こういうスポンジヤスリで R の部分をやってやれば、これはさっき言ってた足付けですね。足付けで、このスポンジヤスリでやっぱり端部をやっちゃうと歪んでる部分がフラットにっていうのはちょっと難しいと思うので、難しくはないと思う。どうなんだろうな、気にしなくてもいいかもしれない。で今その400番と、これ別に新品でもいいんですよ。400番でもね、400番とその端部の部分が600番、番手が違うのは気にならないの？別に気にならないです。サフェーサー塗った後に結局そのサフェーサーの表面を今度は1000番から1200番かな、サフェーサー線を使った場合は1200番ぐらい、サフェーサー1500番使って1500使った場合はまあやっぱり1500ぐらいで表面は磨くので傷は消えます。そのためのサフェーサーですから。こういったことをこの後ボディ全体やっていくわけですよ。多少こんなくすんでても黒がここはフラットになってるんで問題ないですね。これがいわゆる面出しという作業です。理想を言えばね、やっぱりこれこれだけ粗いヤスリを使って削ってるわけです。傷をつけてるわけですから、800番ぐらいまで持っていくのは理想っちゃ理想だと思いますけど、それはさっき言った理由で特にやんないです。サフェーサー使わなければやった方がというかやんなきゃダメです。サフェーサー使わないんであればもう800番まで全体ね磨いてやんなきゃいけないですね。でないと傷が残りますから。でルーフの方終わりました。これを全部ねやっていくわけなんですけど、特に注意しなきゃいけない、この部分注意しなきゃいけない部分ってあんまりないですかね。逆腹の部分はちょっとこれでは磨けないんで、逆腹の部分はもうしょうがないからこれ使います。例えばこのイヤーフェンダーの前とか、これもこう丸めた感じにするとこうなんていうのかな、その部分が僕の今指でつまんでるのと横方向、こういう方向にはこう曲がりにくいんで歪みにくいので、多少はそのフラットを維持できるんです。でそれと垂直方向違う方向、こ
この今の方向ですね、今磨いてる方向、この方向に関してはその方向の難しいな日本語まあ R に追従させて磨いてるわけなんで、そこはそんなに気にしなくていいと思うんですよね。ここで平べったくやっちゃうと歪みの方向がずれてきちゃうんで、まあ、こんな感じですよね。ここも同じように R なんで、これを使ってこう磨きます。でここも気をつけなきゃいけないのは、上下方向に R がかかってるんで、あとはエッジですよね。ここのエッジ、これが丸くならないように、エッジの部分にヤスリ当てて丸くしちゃわないように気をつけないといけないと思いますし、パーティングラインはね、こうやって触ると分かるんですけど、引っかかるんですよ、指に。結構高いと思います。背が高いと思います。まあ、ここもエッジを丸くしないようにパーティングラインを消さなきゃいけないんで、これはちょっと微妙だな。ボンネット側のこの延長でこう削っていって、それからこっちのフェンダー側の延長で削っていってという、まあ、両方から削り込んでいけばパーティングラインはいずれ消えてくれるんで、そういった配慮が必要だと思いますね。ちょっとこの辺りは慎重になった方がいいと思います。丸くなっちゃうとかっこ悪いんで、完成した時にここに光が当たってこう光が走るようなところですからね。ここは気をつけて磨きます。あと難しそうなとこは特にないので、あと今回まあこっち側は全然マーク打ってないんですけどね、歪みちょっとありますけど、この辺りやっぱり歪みがあります。であとは今回筋彫りのお話の部分、僕がやってる筋彫りは普通の筋彫りです。使うのは飛行機もねやるんで、チゼルは使わないですね。このサチノト型のばっかりです。これは毛書き用のデザインナイフで、これがピーカッターですね。いわゆるピーカッターの頭を落としたやつです。これは現場で使うようなディスクサンダーで削ったん。ディスクサンダーがある人はこういうの作った方が絶対楽なので、まあ車ではあんまりないかな。飛行機の場合はね、これ筋彫りやってると尾翼とか当たっちゃうんで、この形は必須なんですけど、で飛行機はなんでチゼル使わないのって、縮尺が縮尺なんでね、この字型のへこみっていうのはちょっとねなのでこの先の尖ったやつでこう細い線を描いてるんですけど、まあ、その延長で車作ってるんで、車の、まあ、例えばドアですね、P カッターでやりますよと。ちょっとこれはキットに傷をつける、傷っていうか大きな傷をつける形なんで、ちゃんと見える状態にしたいんです。なのでヘッドルーペ、あるいはまあこんなルーペですね、こんなルーペ、まあどっちでもいいんで、これで覗きながら、で
これは僕だけだと思います。隙間の方向ですね。ちょっとこれも気をつけながらやらなきゃいけないんですけど、ドア側がだから絵を描けば車のドアにしろ、車のドアがね、見えないかな、ちょっとドアがあってボディがあってこうなってません？こうなって、だから隙間あるのはこっちだと思うんですよね。だからそっちを傷つけたいんですよ。こっち方向ですね。この方向であまり意味ないかもしれないですけどね。下手すれば後ろ側フェンダー側削ってっちゃうんで、気をつけないといけないんですけれども、そうすると極端な話、今キットのモールドがモールドがね、キットのモールドがこうじゃないですか。で今ここに刃を入れてるんで、こういう筋彫りができるんですよ。実際はもうちょっとこうなってるかもしれない。なのでこの説明がつくのかなということで、あんまりでもおそらく一番暗くなってるのはそっちだと思うんですけどね。確かにね、全体を落とす必要もあるかもしれないです。というのは、このキットのモールドの深さがだいたいコンマ3ミリぐらいなのかなと。コンマ3ミリってことはかける24でもすごく薄いんですよね。でここはもっとこの絵みたいに深くなってるはずなんで、もう少しだからチゼルでやるっていうのも確かに正解でしょうね。ただ何ミリ幅のチゼルでやるのかなという感じもします。で僕やってるこの前側、今これドアの後ろなんで前側ですけど、ドアの前行くと逆ですよね。こういう方向で、ドアの下もやっぱり上に向かって角度つけて、あとはウィンドウのモールの部分、これはねウィンドウモールによると思います。ただ上から窓に向かっての角度かな。この角度ですね。これはあんまり深くしないです。サート1回入れる程度。ボンネットもドアなんで同様、一番難儀なのがやっぱり給油口で、給油口は内側にやっぱり入れていく感じですかね。これは割としっかりしたパネルラインができてるんで、もしかしたらこれじゃなくてね、あとこういうのもあるんですよ。これはどうかな。でも飛行機では使うんだけども、これ彫刻刀の切り刀ってやつですね。切り刀、三角板になってるんですけど、刃がね左右なんですよ。だからこれはちょっと使いにくいかもしれない。でこれも最初寝かせたような感じで気をつけないとね、これ
簡単に手に刺さる手に刺さるんですよ。刺さったことないけどね。で徐々に上げていけば幅が広くなっていくんで、こんなに結構角度がついてる刃なんで、割といい感じに取れると思います。ですから一番最初は寝かせて徐々に起こしていくと、こう角度がついて幅も確保できるって感じですね。逆にというか、ウィンドモールなんかはこれを使った方がいいかもしれないです。すごく細い線が引けるんで。ただ使い方にかなりコツがいります。そんなとこかな、筋彫りに関しては。特にあんまりやっぱりね、飛行機の筋彫りの方が難しいですよ、これより。今フリーハンドでもねやることあるんですけど、で今後の予定、とりあえずこれ最高終わったらば、万博つけたりして、色を塗っていく準備ですね。でシャーシの方ちょっといろいろ確認したいことあって、いろいろねディテールアップを今回ちょっとやってみようかなと思いましてちょこちょこといろいろ買い込んできてるんですよ。で何を買ってきたかというと、針金ですね。針金、これはステンレスバネ線ってやつです。ステンレスバネ線、サイズが何ミリだっけな、1ミリだったかな、1ミリ、計1ミリですね。それから黄銅線 0.5 ミリの黄銅線、それから外径 1.4 ミリ内径1ミリの真鍮パイプですね。この真鍮パイプの真鍮って間違ってね、真ん中パイプって書いてあるけど、いいや。これを買ってきました。勘のいい人であれば何をやるかって分かると思います。あとはね、これ買っちゃいましたね。ポチっちゃいました。アクステオンの、ディテールアップパーツですね。たまにこう車にもちょっと贅沢してみようかと。贅沢だって3000円ぐらいですけどね。でこのアクステオンというメーカー、サスペンションの引き物で出してるんですけど、ちょっと6000円以上するんで、それはお出しなかったです。とりあえずこれを使ってみたかったんで、ワイパーなんかどうやってこれ曲げていけばいいんだろう。全部使うかどうか、多分全部は使わないと思います。こういうのを使って今回作っていこうかなと思ってますね。そんな予定でございます。いや、とりあえずうちのサンディングをね、パーティングライン、後ろのパーティングラインからちょっと、いやー、そろそろあれだね、今日日付が18日、8月18日、お盆過ぎですね。お盆過ぎて最初の週、今日昼間は結構温度高かったんですけど、部屋の中での仕事だったんですけどね。いつも部屋の中での仕事ですけど。で、今この時間帰ってきて、エアコン使ってないです。結構涼しいですね、今日。日が暮れてから。なので、徐々に秋の気配を感じている今日この頃でございます。秋になればね、制作スピードも上がると思うんで、皆さんも模型作りましょう。模型ね、中には人の作ってるのを見るのが好きなんだという人もいるんですよ。いると思うんですけどね。そういう方はチャンネル登録どうぞ。こんな風にダラダラとブログに進めてますんで。
じゃあとりあえず今日はこんなとこですね。近況報告みたいな動画になっちゃったんですけど、こんな感じでゆるゆると、晩か夏の終わりの夜を過ごしております。あとなんだろう、もし分かりにくい動画の中で分かりにくいってとこあって、それどういうことってのあったらコメントで聞いてみてください。答えられる範囲で。僕もね自己流なんで、かなり間違った答えかもしれない間違った答え言っちゃダメだろう。なので僕の考え方っていうかね。じゃあとりあえず本日はこの辺まで。なんかカメラの目線が机のカメラだけになっちゃったんであれなんですけど、そんなに細かい作業ではなかったので、別に制作者目線じゃなくてもいいんだなという感じですね。はい、ではそれではまた。今日は面出しの巻でした。面出しまでできた面出しもうちょっとね